はようございます。建築起業家の斉藤俊一です。空間デザインを中心に奄美大島で古民家ホテルを運営したり、千葉への移住をおすすめする房総イズムで住宅を作ったり、設計者が集まる飲食店デザイン研究所の運営をしています。この放送では最前線の設計現場での学びを共有しています。今の時代に必要な設計者としての考え方や設計実務にですね、使えるネタをお話ししています。今日は平面図から描くだけじゃないよと、立面図から平面図を調整するよというテーマでお話しします。立面図がデザイン的に建主以外に影響を与えるから重要だよねというお話をしました。以前ですね、聞いてない方はちょっとそちらの立面図の、ファサード、外観ファサードの、放送を見てもらえると分かりやすいです。立面図の描き方は平面図は出来上がっていて、その外観デザインってどうなってんのという確認のために描くことが多いんですけれども、実はですね、外観から平面図を修正することも結構重要なんだよねというのが、今日の結論、タイトルでもそのまま言ってますけどね、で実際に立面図の通常の書き方ってどうなの、どう書いてんのって、知らない方にとってはわからないので、ちょっと簡単に説明すると、手書きや 2D キャドの場合は平面図ができた時点で書きたい立面の方向、東西南北の方向の画面を面を下向きにして、画面上下向きにして縦線を引っ張ってきて、立面化していく。この辺ちょっと分かりづらいと思うので言葉では、オープンチャットの方に流しておきますが、でもね、最近ではソフトの発展で 3D キャドや BIM で、自動で立ち上がったりもします。ここでいう 3D キャドって言っているのはスケッチアップとかベクターワークスって僕が使っているソフトなんですが、この2つのソフトにも大きな違いがあってですね、平面図から、書いていって立体にするのか、立体からも平面図にしていくのかという違いがあるんですよ。でこれって結構設計者としての能力の育ち方が違ってくるなと思うんですよね。で僕は CAD が出始めた時から使っているので、そもそも 3D キャドなんてものはなかったんです。 CG ありましたよ、マヤとか3D スタジオマックスもあったか、ただあったっけな、ちょっと分かんないんですけど、でも今の若い子たちってもうすでに BIM とかまであるわけで、いきなり立体的な設計ができる時代なんですよね。立面図の書き方も今の立体的にデザインした上でですね、 CG 見ながらですよ、結果として立面図ができていると書かれているという順序もできるようになったってことです。昔まではね、想像しながらスケッチ書きながら立面のね、こうかなって思いながら平面図を書いていったものなんですよ。でそれが寸法的にもね、正確にCG で立体的に見れて、よしこっちがこの辺に窓かなとかって言って、それが正確に平面図まで完全近づいているって結構すごくないですか。なのにまだ従来のように平面図ができてから立面図を描いている人っていうのが多いんですよ。っていうかメインなんですよびっくりしますね。僕らの時代、僕らも変わらなきゃいけないんですけれども、若い人たちはだってもう選べますからね、ツールが。理解して、そのツールの本質的なものが理解できてない可能性があってですね、教える方もいけないのかもしれませんが、でもね、独学ですからね、基本この世の中で、世の中ね、技術がいくらこうやって IT が発展していってもですね、僕ら設計者がアップデートされなければマジ宝の持ち腐れってやつなんですよね。
今の設計レベルってそうやって落ちてってる可能性があってですね、周りが上がっていって世界のレベルが上がっていって知らない僕らが停滞してるみたいな、落ちてるってことですよね、相対的に見ると。でソフト開発はやっぱりアメリカや中国、ヨーロッパって結構あれってソフトがどんどん出てくるんですよ。でそれを使ってみるとですね、設計のやり方ってもしかしたら変わってるかもなってよくわかるんですよ。なんでね、皆さんもちょっといろんな国のソフトをいじってみてですね、試してみるのもいいんじゃないかなと。それでこうなってんだ世の中はって思ってもいいんじゃないかなと思います。今日は平面図から書くだけじゃないよと、立面図から平面図を調整するよというテーマでお話ししてみました。今日のお話は立面図だけの話じゃないので、皆さんにも、ぜひ立体から立面図を上げて、平面図に反映させるやり方も覚えておいてください。ちなみに従来のやり方が間違ってるっていう話をね、今日したかったわけじゃなくってですね、この方法も大切だけど新しい手法もあるからちゃんとできるようになっといた方がいいんじゃないかなということでした。最後にちょっとだけお知らせさせてください。飲食店デザイン研究所が監修した、建築知識、2022年度版ですね、去年ですね、2月号小さな飲食店の作り方という雑誌が発売されています。お知らせ自体忘れてしまっていてダメっすよねマジで。インテリアデザイナーの、目指す、のであれば、他の本と違ってめちゃくちゃ実践的な内容にしましたので、めちゃくちゃ役に立つと思います。ぜひ買ってみてください。実務で学べるインテリアデザインの学校隠れ家では非公開の LINE グループに入っていただき、設計者や施工者のやり取りを見て学んで、仕事につなげちゃおうという感じでやっています。設計者として自ら仕事を取っていきたい方は挑戦する価値ありです。まずは無料公開されている LINE のオープンチャットの方の URL を貼っておきますので、興味がある方は覗いてみてください。それでは今日しかない大切な時間を全力で楽しみましょう。建築起業家の斉藤俊一でした。ではまた。